つくばいに見立てた彫刻無限門。ある芸術家が終わりのない時間をテーマに制作した彫刻です。奥に並ぶのはメンズウェア。ここは今回の主人公高橋大我さんが2021年冬京都祇園に作り上げた総合芸術空間 TT です。2階には日本美術の源流とされる茶の湯の世界を再解釈した茶室サビがあります。高橋さんは新進気鋭のデザイナーでありアーティスト。ファッションの分野から始まり建築や彫刻現代美術の分野へも表現の幅を広げています。そんな高橋さんのプロフィールを紹介する際、使用できる肖像写真はこの1枚だけ。実は2019年にブランドを立ち上げて以来、メディアにその姿を公開していません。高橋大我さんとはどんな人物なのでしょうか。京都伝統の染色技術をベースに革新的なテキスタイルを生み出す西陣織の細尾当主細尾正隆さんにその人物像を伺いました。すごい20代出てきたなと正直な最初の印象でしたね。で彼のやってること自体もその TT もそうなんですけども、もう建物から本当にお菓子一つに至るまで、美意識が凝縮されてますし、またそれが時代でどんどん消費されていくものではなくて、時間が経っても経年美化していくような、そういった長いスパンでものを見て、そういったものづくり活動が行える、こういう20代が出てきたってことは時代が多分そういう時代に次変わっていくんだろうなみたいな。大我さんはニューヨークを拠点に2017年にデザイナーとしてデビューしました。本物のものづくりの価値は歴史の中にすでに存在しているのではないかという視点を持ち、1900年代初めにアメリカとヨーロッパで作られた衣服の収集をしてきました。100年という時間やその時代に生きた人の記憶を未来へ残したい。10代から買い集めた服飾資料は2000着以上。大我さんは考古学的なアプローチで洋服の素材や縫製、歴史的背景について研究し、自らの創作につなげます。例えば1930年代の革のジャケット、シルエットやディティールを見直し、奄美大島伝統の泥染めなどの技法も取り入れて現代によみがえらせます。大我さんが目指すのは美しく変化しながら100年後も生き残る服作りです。2017年、ファッションデザインの名門校ロンドンのセントラル・セント・マーチンズを卒業した時の写真がありました。公開されるのは今回が初めてです。1995年神戸で生まれた大我さんは15歳で単身ロンドンへ渡り、多感な青春時代を海外で過ごすうち、日本人としてのアイデンティティとは何かを考えるようになります。そして日本の歴史、文化、芸術を研究します。2020年3月に帰国し、京都を回っていた大我さんはある日祇園で運命的な出会いをします。大正時代に建てられた築およそ100年の町屋です。町屋を丸々1軒使って大我さんが解釈した日本の美意識を表現したのが総合芸術空間 TT です。茶の湯の世界、千利休がしつらえた茶室大安の壁をイメージし、墨で染めた和紙を一面に施しました。形にしたのは唐紙工房紙添の門光さんです。普段の倍3倍ぐらい分厚い毛の刷毛でたっぷり墨を染み込ませて、で一気にガッと染めていって、あえてその墨のたまりと、あとは
墨のたまらないところを作って、こういう村っていうのを作っていくんですけど、もう一枚一枚見るとすごく面白い表情なんですけど、こんだけ広い面積だと貼らないと正直表情がわからないんです。これをもし大河さんが立体的な空間に立ち上がり、陰影ができ、他の素材と組み合わさった時にどう見えるかっていうことをイメージしながら話をされてたとすれば、すごい、ほんまにすごいなっていうか。茶室の名前はサビ。時の移ろいに宿る美をテーマにしています。この日茶室を訪れたのは TT の創設をきっかけに高橋さんが親交を深めてきた建仁寺達中両側院の副住職伊藤東良さんです。まずこの空間に入った時に湿度感みたいな、少しこう潤いのようなものをまず感じました。このお湯を沸かす音であったり、お湯を注ぎ、お茶が入るまでのこう時間の過ごし方で徐々にこう香りが変わっていき、本当にこう優しい味のお茶、それが本当にこう相まって忘れているようなこの五感とのつながりというのも取り戻しながら、自分ならではの時間っていうのが過ごせるんじゃないかなと思いました。美の本質を見つめる高橋大河さん。2022年12月、両側院で初の個展が開催されました。2022年12月、建仁寺達中両側院で現代芸術家高橋大河さんの初の個展「不在の中の存在」が開かれました。こちらはブロンズ彫刻「時間の転移」。テーマは布のドレープです。創作の源泉となったのは奈良秋篠寺の720年に作られた仏像九達菩薩の衣紋の断片です。古代ギリシャ彫刻やルネッサンス期のミケランジェロ作品、そして日本の仏像は古今東西の異なる文化や時代背景で作り出されたにもかかわらず、共通して布のドレープをまとっています。布のドレープに普遍的な美を感じた大河さんは、石膏やガラス、ブロンズや石などさまざまな素材でドレープを表現した作品16点を制作しました。仏像の世界も美しいですよね。お経の世界でも非常にこう美しい宝石類をまとって仏様がこう現れてくるっていうシーンはたくさんあるんですね。つまり美というのは見た目が美しいということを超えたこう真理という言葉に近いような、真理を表す姿に近いんですね。だから我々が人間が作ったものでその真理にたどり着いたものを表せてるかっていうと、確かに非常にこう難しいわけですけど、でもどちらかというと大河さんはそこのレベルで探求していく人だろうなっていう印象がありましたね。で何よりも展覧会を作りたいというよりかは、こうすごく五感を豊かにするようなそういう空間と時間を持ちたいと、そのために自分の作品が機能するんじゃないかと。こちらは2022年春、高橋大河さんがキャンバスに布を貼り付け制作したドレープの終作です。実は高橋さんはこの展覧会を見届けることなく、2022年4月9日、27歳になったばかりでこの世を旅立ちました。両側院は大河さんが子供の頃から何度も訪れ思考を巡らせてきた特別な場所だったのです。27年の生涯を美に捧げた現代芸術家高橋大河さん。大河さんはこんな言葉を残しています。時間や自然、人といったコントロールできない偶発的な物語にこそ美しさがあり、心を満たす余白があるのではないか。
価値あるものだけが時を超え、生み出すものの思いとともに未来へと生き続ける。不在の中の存在。大河さんの美意識と意志は作品とともに100年後も存在し続けるのです。過去の遺物を今によみがえらせることで、未来の考古物を発掘するのだ。